親愛なる友へ、お元気ですかというお約束的な挨拶は、今のあなたにはきっと皮肉。だからこう聞く方がきっと親切。まだ生きてる？親愛なる友よ。先日はお返事をありがとう。まさかあなたに未だ筆を取るだけの気力が残っていたとは驚きです。まあ返事を書くように促したのは私なのだけれど、それでもあなたが私のために筆を取るだけの気力を奮い起こしてくれたこと自体がとても驚き、あるいは奇跡。そして貴重なる助言を本当にありがとう。私もあなたの意見に同感。多分黒幕はラムダデルタ。あの子は私に復讐するためだけに私と最も相性の悪い魔女を見つけ出し、私がおびき出されてくるのを待っていたのでしょう。まんまとあいつの罠にはまったわけです。なるほど。それがおかしくてあなたは筆を取ったのかしら。あなたの意地悪な笑い顔が目に浮かぶようだわ。ただあなたの病気を考えると、私にとって彼女は貴重な存在かもしれない。彼女が私よりもはるかに高位の魔女であるならば、つまりそれはそれだけあなたの病気に近いということ。つまりそれこそがあなたを、いえ私たちを蝕む病気から逃れる唯一の方法であり、彼女はそれを実践しているということ。そして皮肉にも彼女はそれを私に教えてくれているということ。まあどうでもいいことかもね。でもあの子の茶番に付き合うことであなたの病気が少しでも解放に向かうのならば、どうかぜひ私に力を貸してほしいの。ラムダデルタはこのゲーム版に私は絶対に勝てないと豪語している。その時点で逆説的にルール X は判明しているの。本当にバカな子ね。つまり物語が常に6月20日から始まるようなもの。おそらくこれがベアトリーチェなる魔女の心臓部でしょう。なるほど。だとするとこのベアトリーチェという魔女は確かに面白い。私もあの子も、そしてあなたも知らなかった世界を彼女は切り開いている。それを魔法の根源とするルール Y。 ラムダデルタも少しは触れたようだけれど、彼女の域には到底及んでいない。もしこれこそを魔法と呼ぶならば、ベアトリーチェを除き私たちは誰一人魔女などと名乗れないに違いないわ。その意味において自らの魔法体系を組み上げた彼女は、魔女としては初心の部類に入りながらも、その域は魔女をすでに凌駕してあなたの域にまで踏み込みかけていると言えるかもしれない。もし彼女がそれを強く意識し理解したならば、私は愚かラムダデルタさえも足元には及ばない。そして多分きっとあなたと同じ病に侵されることでしょう。しかしそれにしても実に面白い。このルール Y こそが魔女ベアトリーチェの存在そのものではないかと見ているの。そう、ここまでは私も解析できた。そしてもう一つ、ルール Z があるのは間違いないの。だってルール X と Y だけでは説明できない現象が
あまりに多数観測されているから。ルール Z の正体は不明。ラムダデルタの言動から探るに、どうもこの要素が私にとって致命的に相性が悪いものの様子。それがヒントなのだとしたら、一体何なのかしら。私はとりあえずこのルール Z を真相から煙に巻く迷路的な存在だと仮定してみた。つまりルール X と Y に私を近づけまいとする迷路ね。私の力は100年をかけて迷路のすべての分岐を確かめて地図を書き上げるのに似ている。つまりどんなに複雑な迷路であろうとも、いつかは必ず攻略できるということ。ちなみにラムダデルタの場合だと、出口にたどり着くまで1000年をかけようとも右壁に沿って歩き続けるようなものなのかしら。いえ、出口まで一直線に一切回り道をせず、すべての壁に穴を開けて通り抜けていくような感じね。そんな私と相性の悪い迷路とは一体何？考えつくのは一つしかない。つまり地図を書いていくことが意味のない迷路。例えばぐにゃぐにゃと常に形を変える不定形の迷路とでも言えばいいのか。なるほど。この概念ならラムダデルタの言うじゃんけんでも説明できるかもしれない。私の力でも攻略できない迷路でも、壁を全て貫いてゴールに迎える彼女には全く障害ではないわけだし、概念では理解できるの。でもルールとして捉えようとすると全く理解ができない。だってルールとは本来不変なものでしょ。不定形なるものがルールであるなんて私の知る常識を超えている。固体でなければならないのに液体のような一面を持つなんて、まるで水銀ね。水銀はラテン語で生きた銀、そして不老不死に通じると信じられ、錬金術師たちの研究対象として珍重された。皮肉ね。つまりはまさに彼女の自称する魔女や錬金術につながるということ。このルール Z が解けない限り、いいえ、解けないからこそベアトリーチェはまさに魔女であるということ。ああ、ここまで書いていて腹立たしくなってきたわ。あなたはここまでを読んで絶対に笑っているわ。ええ、かけてもいい。そろそろ私の困り顔を見てさらに嘲笑ってやりたくなってきた頃でしょ。近いうちにあなたのところへお見舞いに行くわ。見舞いの品は私。好きなだけあざけり笑うといい。好きでしょ、そういうのは。だから久しぶりの友人を迎えるためにどうか生き返ってちょうだい。まだ親愛であると信じているあなたの友人ベルン・カステルより。